こんにちは。自分の道を歩いているようで、実は歩けていない。こんな感覚持ったことないですか？私はずっとそうだったんですよね。今日はそんな私がなぜこのチャンネルを始めたのかっていう話をしていきます。でね、最初に一つだけお断りをさせてください。このチャンネルは親のことは嫌いじゃないけどなんか苦しい、こういう人に向けて発信をしています。だから虐待だったりとか深刻な辛い経験があるっていう方はぜひね、専門家に頼るっていうことを検討してください。では改めましてゆまです。起業して細々とではあるけど会社を続けてます。何年か前から流行ってる MBTI、 あれ私は ENFP、 広報運動家ってやつです。だから外向きのエネルギーは強いし、人前に立つのも億劫じゃないです。でもね、内側ではずっと誰かの顔色を伺ってきました。これ ENFP あるあるだと思うんですよね。外から見たら自信満々なんだけど、内側ではずっと嫌われたくないとか、期待に応えなきゃって、そんな風に思ってます。でね、この特徴を見たときに、うわ、当てはまってるわってすごいしっくりきたんですよ。昔から周りの顔色を伺うことが多かったです。自由に生きている人を見たら羨ましかったし、やりたいことがある人も羨ましかったです。1本目にも話したんだけど、進路を自分で決めていた同級生も羨ましかったです。親のことは本当に大好きなんです。今もね、めっちゃ仲いいですよ。でもあんな風に育ててくれていたらってそう思う気持ちと、親を誇りに思う気持ちがずっと同時にあります。でね、そういったジレンマを誰かに話せるかっていうと、これがなかなか話せないんですよね。やっぱりちょっと込み入った事情があるし、さらにでも親のこと好きなんでしょって言われたらそれまでだしね。でもある程度年齢がいった時に気づいたんですよ。人のせいにできる年齢はもう過ぎちゃってる。時間は戻せない。その事実がずっとじわじわ苦しかったです。でもそこから少しずつ考え方が変わってきて、この学校に行きなさいって言っていたのも私が将来苦労しないようにって、そういう気持ちからだったんですよね。だから親を恨まなくていい、過去も消さなくていい、親はちゃんと私のことを愛してくれていたんだ、それが分かったから私は親を誇れています。自分のことって実は周りはそんなに気にしてなかったりしますよね。一番気にしているのはいつも自分です。同じような気持ちを抱えている人に届いたらいいなって思ってこのチャンネルを始めました。答えは出せないかもしれない。もちろん今も私自身揺れることってたくさんあります。でも一つだけ、今の私が思っていること、親はちゃんと私を愛してくれていた。そしてね、そんな親が育ててくれた私は間違いなくこの世の最高傑作なんです。あなたもそうだと思います。だから一緒に自分を選んでいきませんか？ちょっとでも興味があるっていう方はぜひチャンネル登録をして次回以降の動画も待っていてくださいね。ではまたお会いしましょう。バイバイ。